皆さんこんにちは、とっこです。アトピー性皮膚炎に使うステロイドの怖さを解決方法である脱保湿治療をご紹介しながら世界に広める活動をしております。脱ステをした後の副作用で多くの患者さんが悩まされるものに新世紀があります。今日はその新世紀のお話をさせていただきます。ステロイドのリバウンドの症状の中でも輝かしくも不快指数上位に鎮座する、滝に打たれる修行よりも切ないやもしれない症状の一つですよね。私も重症の時は頭のてっぺんから足の先までジョロジョロボトボト出ていました。まるで人間蛇口状態でした。でもあまり新世紀を悪者にしないでください。新世紀は壊れた表皮からその欠損を修復するために出てくる皮膚の保護液なんです。これを拭き取ったり洗い流したりするということは、壊れたものを修理するための必要不可欠な材料を取り除くことになりますから、皮膚が自分で治ろうとする働きを妨げることになるんです。つまりあまり知られていませんが、実はこの新世紀はあなたを治癒に導くスーパーヒーローだったんです。今日は新世紀が治癒のためにどれほど大切なものなのか、私が阪南中央病院に入院して脱毛質治療の提唱者である佐藤健二先生に教わってきたことをシェアしますね。さて、多くの皆さんはこの新世紀を体内の毒や老廃物を出していると思っていて、毒だから出れば出るほど良いと考えているケースが結構多いようです。そしてさらにその毒を拭き取ると、悪いものを体から追いやったかのように一歩治癒に向けて前進した気がしてしまいがちですが、実は全然違うんです。新世紀には良質なタンパク質がたっぷり含まれていて、固まりかさぶたとなって下の皮膚を保護してくれる役割があるんです。そしてかさぶたによって守られた患部はその安全な環境下で、つまりかさぶたの下で守られながら新しい皮膚を自力で再生するんです。これは意図せずとも人間の体が勝手にそうやって働いてくれます。私も怪我をした時にかさぶたを作れって自分の体に命令したことはないんですが、かさぶたは自然にできて傷口が治る間保護してくれて、しかもばい菌の侵入も防いでくれます。さらにその下で体は新しい皮膚を作って勝手に治ります。そして治るとかさぶたはこれまた命令もしていないのに勝手に落ちていくんです。人間の体って本当にうまくできていると思います。このため新世紀を拭き取ったり洗い流してしまうと非常に治りが遅くなるんです。治癒のためにはこのことをよく知っていなければなりません。ただ同時にもう一つ知っていなければならない大切なことがあります。新世紀はばい菌の格好の餌でもあるんです。ばい菌が増殖するために最良の栄養素を含むので、ばい菌の過剰な増殖時には剥がし取ることが必要な場合もあるそうですよ。大切なことは、あなたが新世紀を拭き取らずに治癒に生かす必要があると同時に、新世紀をばい菌の温床としないように除菌衛生を心がけるという全く違う2つの動きをバランスよく並行する必要があるということです。つまり新世紀は拭き取らずに乾かすと同時に感染症を防ぐために衛生面も気をつけるということなんです。この2つを成立するためにはシャワー、入浴の頻度を工夫しなければなりません。多すぎもダメ。しかし少なすぎて感染してしまっては元も子もありません。感染が起こると治癒が遅くなってしまいますから。ただ感染を防ぐこと、なんとかバスソルトとか
ガーリックなんとかをお風呂に入れることが不可欠だと思っている方も多いんですが、感染症というものはそのような商品で簡単に防げるものではないと佐藤先生は教えてくださいました。またこういった入浴剤などは保湿行為にもなりますので、脱保湿では使いません。商業戦略に載せられないでくださいね。感染を防ぎたい、感染が怪しいと思うときには、ほんの少しシャワーの頻度を増やしてみてください。何より怪しいと気づいたら速攻で医療のサポートを受けてください。さて、乾燥してかさぶたが剥がれるようになると、強いかゆみや痛みを伴うため、勝手に剥がれ落ちる前に自ら剥がしてしまう方が意外と多いんですが、これは浸水器を拭くことと同じことになります。特によく動かす関節は乾燥による動かしづらさと動かすことによって痛みが強いので剥がし取りたくなりますが、ここは我慢なんです。なんとかかさぶたを剥がさないようにしなければなりません。また浸出液が固まっている状態というのはかさぶたですから見た目が良くないんです。そもそも綺麗なかさぶたとかめったにお目にかかれませんよね。特に浸出液が多いケースだと、それが固まってきた状態はぐちゃぐちゃに見えることも多いんです。この段階が脱捨て脱保湿をやる時の超重要なターニングポイントで、悪化したと勘違いされる方が結構いらっしゃるんです。実際は治る段階に入り始めた状態なんですけどね。私のブログと Facebook の学習グループで脱保湿をやり始めた世界の患者さんたちの中にも、このかさぶたのできる乾燥段階で脱保湿のせいで悪化したとか、脱保湿をやったらこんなにひどくなった、感染してるに違いないと、いろいろな非ステロイドのグループで写真を上げて騒ぎ立ててしまう方がたまにいらっしゃいます。悲しいかな。このかさぶたが固まっている時の見た目は非常に悪く、乾燥によるコントロール不能な激しいかゆみも襲うので、何度もかき壊してしまいがちなんです。私は何度も何度もお伝えしています。他の病気がなくて感染もしていなければ、書いてしまっても後悔せずに根気よくひたすら乾かしてみてください。書いて乾かして書いて乾かして、この繰り返しをしているうちに皮膚はだんだん強くなり、患部がだんだん小さくなり、治癒が訪れますと判断基準をお伝えしているんですが、初めての症状とサポートをしてくれる非ステロイドのお医者さんがいないことから、そんな説明も忘れ去られパニック状態になってしまった方が、脱保湿は私に合わなかったと宣言して、この治癒の直前に脱保湿をやめてしまい、かさぶたによる亀裂などの痛みから逃れるために保湿剤を塗ったり、お風呂やシャワーの頻度を増やして振り出しに戻ってしまわれるんです。とってももったいないことです。治癒は一直線に起こるものではありませんが、完全に皮膚が乾いたところから少しずつ進んでいきます。私たちは同じ人間ですから、そこに個人差はないはずです。乾燥段階では悪化でもなく乾燥でもない状態で固まっている浸出液の下で新しい皮膚が順調に作られているということを知っていてください。他の病気を併発している場合はこの類ではありませんよ。もう一度言います。浸出液は傷を治すためのものです。タンパク質が患部に蓋をして保護する目的があるんです。さて、この浸出液には大きく分けて2つのパターンがあります。一つはドロドロの状態。これはタンパク質の濃度が高くドーム状に液が固まります。もう一つはサラサラの状態です。こちらはタンパク質が少ないため危険な状態でもあります。この状態では
新石器はどんどん流れ、ほとんどの場合低タンパク結晶が起こっているそうです。新石器を何度も拭き取るといつまでも新石器を出すことになります。つまり皮膚が治ろうとしているのを邪魔して低タンパク結晶を助長するんです。ですからなおさら拭き取ってはいけないんですよ。また特に新石器をティッシュペーパーで拭いてしまうのはダメなんです。ティッシュペーパーにはさまざまな化学物質が含まれていて、それが溶けて皮膚に入ると傷を悪化させてしまいます。一時刺激性皮膚炎が起こるそうです。拭くという機械的刺激も悪化させる要因となります。この繰り返しでなかなか新石器が止まらないケースもあるようですよ。新石器が治癒に大事なものだというのは分かっていただけたかと思います。無駄にしてはいけないんです。でもたくさん流れてきてしまっていて固まらない状態の場合はどうしたらいいでしょう。そこで使われるのがガーゼ治療です。ガーゼを1枚だけ貼って人工的にかさぶたを作る治療方法です。こちらはこの YouTube チャンネルトッコズルームの脱保湿1ガーゼ1枚治療でしっかり学習してやってみてください。日本語と英語の字幕を作成してありますから、字幕を出してご自分のノートを作ってご覧くださいね。他の言語はウェブ自動翻訳で選択できますよ。治るためには自力で学ぶ努力も必要だということ、肝に銘じていてくださいね。また入院時は特に新石器の多い部分を他の部分より高くして眠るという工夫もしていました。水は上から下に流れると世界中のどこでも決まっていますからね。自分だけは下からとかないですよね。そういう工夫もありだと思います。新石器に関してはかつてのひどい時の私は全身症状でずぶ濡れになったスニーカーから液があふれて歩道に新石器の足跡がついたほどでした。しかしそれは入院による適切な管理の下での水分制限で見事に解決できました。脱保湿を経験した一患者として言えることは、体験した患者さんたちが皆水分制限の絶大な効果を実感しているという確かな事実です。水分制限は当初重症だった私には想像を絶する苦しみでしたが、医学的に安全な範囲の制限です。しっかり勉強した上で医療のサポートを受けながらやってみてください。新石器がすっかり乾いた後は次の乾燥のステージに入ります。そこからはかゆさと痛みと見た目の悪さと、まだまだ乗り越える問題は山積みかもしれませんが、一つ言えることは、あなたは日一日と治癒に近づいているということです。いながらにして良い情報も得られるような時代になりました。とってもラッキーですよね。ありがたいな、ついてるな、そんなほっこりした思いで笑顔を浮かべながら今日という日を乗り越えてください。感謝を見つけながら闘病するのはとっても大切なことですよ。必ず良くなる病気なんですから。確かな知識と確かな情報で一日も早く良くなってくださいね。今日も素晴らしい一日をお過ごしください。とっこでした。